座標を使って図形を書くっていう練習をやっていきます。ドラフトサイトには3つの座標があります。で、1つは絶対座標。で、絶対座標っていうのは、横が X 軸、縦が Y 軸ね。それの交差したところが原点。要はお互い00なので、そこが原点になります。で、そこから X 軸方向、水平方向にの距離と Y 軸方向、垂直方向の距離を指定して書くやり方が絶対座標っていう。次、相対座標。これは直前の点からの X 軸方向の移動距離、要は横方向の距離、そして Y 軸方向、縦方向の距離を指定して書くやり方です。相対座標。で、これがよく使われるんですね。で、3番目、極座標。極っていうのは、北極、南極ってあるように、要は傾きのことを言います。ですから、直前の点からの、長さと角度を指定して書くやり方。で、まず最初の練習問題をやりながらちょっとね、説明していきます。1番目、絶対座標の直行座標を利用して線分を書く。ここが原点になります。ここが原点。で、横が X 軸ですね。縦が Y 軸になります。はい。で、この原点から X の場合は右がプラスになります。はい。左がマイナスです。Y も同じです。0から上がプラスで、はい。下がマイナスになります。で、この原点からの距離、例えばここですね。ここは X は、ちょっと消します。X は10、0から10、20ですよね。だから、X はここは20なんです。カンマ、Y はって言うと、ここ0でしょ。で、10、20、30、40ですね。なので、Y が40なんです。はい。で、これがここの点なんですね。ここが20、カンマ40。で、この時に、この点を指定する方法がですね、2通りあります。ここもよく間違うので覚えてください。これ、50ページ。前回、Q インプットっていうのがありました。ステータスバー。Q インプットって何っていうと、カーソルの近くに距離とか角度が表示される窓が出るやつですね。で、これ昔はなかったんですよ。で、この Q インプットが出ることによって、座標の入力の仕方が変わってしまいました。ね。で、だから、これをオンとかオフってどっちか常に変えるんじゃなくて、もう自分はオンのまま使うとか、オフのまま使うって決めた方がいいんですね。そうしないと座標の入力の仕方が、その都度、変えないとダメなので。だから、このテキストはあくまでもオンの状態。ずーっとオンで使うよっていうのを前提に説明しますね。で、オンにするとどうなるかっていうとですね、オンにすると、ここです。絶対座標については、シャープが頭につきます。ですか？そして、あとはさっきと同じように X、Y です。ね。で、オフだとシャープがないんですよ。だからここ、あれってややこしくなるので、私はオンだけで覚えててくださいってお願いします。で、相対座標については、ここは移動距離ですね。前クリックしたところからの移動距離は、ここは逆に何もいらないんです。X、Y なんです。相対極座標っていうのは、これは長さと角度の場合なんですけど、距離、この何々より小さいっていう記号が、ドラフトサイトでは角度っていう記号に使ってます。47ページの1番目。絶対座標のドラフトサイトに変えて、はい。で、まず2の2、座標入力の1番いきます。この角が原点0だっていうのがわかります。線分コマンドをクリックします。文字入力が半角の A になってるのを確認してください。もしなってなければ、キーボードの左上の半角全角で、ね、押して半角にしてください。シャープはシフトキーを押しながら3番です。0、カンマ、Y も0です。エンター。
そうするとこのように原点に線がくっついたのを確認してください。次、同じくシャープです。20、カンマ40です。エンター。次、今度はシャープの50、カンマ20です。エンターです。これで終了したいので、もう一度エンターしてください。これが絶対座標です。ブロックは、この原点を基準にここに図形を円を描いたり、ね、四角を描いたりするし、あと、今言ったように図面枠は左下のここを原点にしましょうとか、こういうのを覚えておくと、後々困らないと思います。じゃあ次の相対座標。実はよく使うのはこっちなんですね。で、相対座標っていうのは、相対座標の直行座標を利用して線分書く。直前に入力した点から見て、次に書きたい点がどれくらい移動しているかを X 座標と Y 座標の距離で入力しますよと。で、直前の点より右と上方向はプラス。右方向と上方向はプラスなんです。距離が。左方向と下方向がマイナスになります。はい。で、実際書いていく。練習するのに E スナップの設定を変えます。右クリック設定。練習するのにこれ入れてくださいっていうことは、終点、中点、中心、ノード。そして交点。この5つ入れてください。で、これで OK です。線分コマンドクリックして、視点の赤い点をクリック。はい。で、ここでもうマウス離してください、右手。座標だけで書いていきます。右方向に10、20、30ですね。ここで30、カンマ20です。右方向に30、左方向に20です。まず最初に横方向の移動距離見てください。次にカンマを入れて縦方向の移動距離。プラスかマイナスかを入れてやります。で、次、X は右に10なので、プラス10、カンマ、Y は下に30なので、マイナス30です。エンター。で、もう一度エンターで終了です。ファイルを開くで、これを使って、はい、練習していきます。